田中勝子さん、当時6歳。爆心地から約 2.3km 離れた牛田町で被爆しました。一度その空襲警報が鳴ったのは覚えてるんです。原爆が落ちる前にですね。で鳴って、そしたらみんな鳴った時はみんな家の中にいるわけですけどね、あれですね、もう出てっていいだろうって、もうその解除が鳴ったんです今度。だからその時敵機が来たらしいんですね。偵察機らしいです。でそれは後になって知ったことですけれど、それで解除になったから学校へ行こうということで出かけたわけですね。そしたら、桜の木の下で落ち合ったんで、そこでこうしゃがんでね、地面にもうその頃ですけど石ころでこう絵描いたりね、全部舗装されてませんから全部土の道なんですね。でそこでこう描いたりしてたんですけど、でも敵機だって言うから、飛び出したわけですね。飛び出さないはずなのに飛び出したんです。っていうのが、それまで広島爆撃を受けてないんですよ。だから本当の爆撃の恐ろしさって知ってないんですね。サイレンが鳴ると地下にね掘った穴に隠れてはいましたけれど、もう全然ね爆撃を受けてないので、しかもニュースもありませんもんね、その頃どこそこが受けたとかいいニュースしかないわけですから。それで怖さを知らないので「とか言ってこうどんな敵機だろうってこう見たんですね。そうすると2機こう来たわけですね。それでピカッとやられたわけですね。もうだからこうやったんですよね。そうすると頭をもうジリジリになりましたしね。でここをやりました。それからここですね、こうなったんですね。でそれは覚えてないんですけど、そうしたんだということが後で分かったわけです。やけどした場所でですね、顔だけは隠してるんですよね。やっぱり人間ちょっとすごいですね、とっさの子供ながらですね。その時もう真っ白で何も見えません。もう真っ白というか、もう瞬間もう目が見えないですからね。強烈ですから覚えてないんですけど、飛ばされてるはずなんです。っていうのが、そばの桜の木がひっくり返って根が見えてたんです。後から気がついたんですけどね、これがひっくり返ってるのにね、自分たちがね飛ばされてないわけないんですね。服もビリビリですから焼けましたしね。だからそんなところでじっと耐えられるようなね、その子供じゃないですよね。それでその時何が何だか、もうとにかくすぐに幕府が襲って幕府でこう埃が舞い上がりましたから、もう太陽が隠れて真っ暗です。で太陽が隠れてるかどうかその時は分かりませんよね。もう真っ暗で砂が口の中に入って鼻にもみんな入ってるわけです。目はすぐ閉めますからね。それで口の中でジャリ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 変な味がないんですよ、砂ぼこり。それで味がないのはね、今でも嫌な感覚がすぐ思い出すんですね。そういうのありましたですね。それでもうそれどころじゃないですね。そしてその目の前の家がもう壊れてました。三輪さんっていう家ですけどね。でそこの家に飛び込みましてね、台所があれなんですね、道の方に面してたんですね。そこでまだ水がちょろちょろ出てたので、そこで暑いからもう本能的に水をこうちょっと溜まってたんですね。こうしてそのうち止まりましたけどね。ここにもう大きな水ぶくれがいっぱいできて、それから突然激痛に気がついたわけですね。それで頭はね、意外に人間ね鈍くて、頭の方が後で1ヶ月以上してお医者さんに会ったんですけど、頭のやけどの方がひどかったんです。だけど感覚的には腕が痛かったんですね。でここもチリチリ痛かったです。だからここばっかり気になるわけですよね。それで頭もジリジリにもう本当にアフロヘアを焦がしたような感じになったそうです。母が私は自分で鏡見てないですけどね。それでようやくその家にたどり着いたわけですね。家はめちゃくちゃです。天井から大きく破れてるんですけど、青空が見えたんですよ。もうその時は幕府が収まってですね、もうそれすごい綺麗な青空だったんで、対比があまりにひどいので綺麗に見えたのかもしれない。でもそれをね、子供は痛くて怖いのにね綺麗だなと思ったんですよ。でもうものすごく美しい。でそれが後々ですね、自分に元気をくれてる。それでその空につながってる海外にも目が向く。だからそれは後にの話ですけどね、70過ぎての話ですけど、それでそれが作品に今なったりしてるんですよね。青い空をっていうのを書いてるんですけどね、下手な詩も書きますけども、それで
それがもう一生元気をつけてくれてる。何かあった時にもう本当に周りがひどいのに空って変わらないんですよね。真っ青で綺麗なんですね。それってすごい私はありがたい体験をさせてもらったと思ってますね。もうその時に次があると思うじゃないですか。もうこれで終わりだと思わなかった。やっぱりね、その空がまた次のね、こう人生まで子供は考えませんけど、次のそのね行くべきとこがあるっていうね、何か希望、それを与えてくれたと思ってますね。これは私独特の感じ方だったかもしれませんけど、後になるとやっぱりそうだよねそうだよねって思う。その時は綺麗と思った。泣きながら綺麗って思ってる。その余裕はどっから来たんだと思いますけどもね、大変な状態です、周りはね全部。10代ですね、10代の全般、ちょっと疲れるとものすごくどういうんですかね、この辺にこう微熱が出るわけですね。で熱が出てもう倦怠感ですかね、もう本当に生きてるのが嫌になるぐらい体がだるいんですよ。で大きくなって、で時には突然倒れたり、もういろんなことがあって、で口の周りにですねできものがいっぱいできるんです。そして口内炎ができますね。で喉の奥にはなんかこう扁桃腺が腫れたようになって、でこう唾を飲むのもきついんですね。だからご飯飲み込むのも大変なぐらい、これがちょっと出てすぐじゃないんですよ。ずーっと続くんですね。もう年がら年中それができてましたね。だから結構きつかったですね。だから痩せてます、その頃の写真見ますとね。で今大腸から大出血するんですよ時々。だからこの間そのためにあれですね、ちょっとマレーシア行くのストップ成田でストップしましたけどもね。でそれも抱えてたら普通ならちょっとお医者のいないとこ行きたくないですよね。ところが死ねばどこでも死ねるわとか思いますしね。意外にそうするとまた元気が出て、でそれは結局青い空をその子供の時に被爆の直後のひどい時に見て、いや明日があるんだと、またクリアになるんだというね、その意識がもう叩き込まれてるんですね。年取ってきてからですね、あれですね、同級生も皆死んでるんですよね。だから短い間ではあったけど中島小学校に行ってましたね。でそこで私たちは早めに強制疎開で変わりましたけど、あそこは町だったんですよね。町もいいとこ、今公園じゃなかったわけですから、もう町も大勢の人が住んでて、本当に下町もあったし、でそういうところに落ちたわけですから、皆死んでるわけですよ。で死んだ人っていうのはあまりに爆心地なので近いので誰も言えないんですね。ひどかったとかこれで生き残りましたとかほとんどいないわけですよね。で私の小学校の同級生っていうのは朝8時15分ですから朝礼してて全部亡くなってるらしいんですよ。で実際にその人たちは何も言いませんよね。だからその人たちが生きてたっていう証だけでもね話していく必要あるし、でもちろん親族も帰ってこない人もいますけどね、そういう人がいっぱいいて、で目の前でこう死んだ人たちもねいっぱいいるわけです。でも誰も代弁してやらない。だからそこを生きてましたよ、そういう人たちがいたんで全部なくて消えたんですよっていうねことだけでも話さなきゃいけないなと思ってるんですね。どんな人種でも人類は皆地球の子供なんだなと思うわけですよね。それいろいろ旅をするうちにそう思ったんですけれどね、みんな住んでいるその住処は一緒なんですよね。でその住処をね核兵器は全部壊して破壊するわけです。でそれをねやめるには今生きてる人しかないわけですね。次の時代に託しましょうっても何の運動もしないで何の声もかけないで次の時代がそれを気が付くわけがないですね。だから私たちしかこうできないわけなんですね。だからあれですね、何かねできることをその本人がね小さなことでもいいからできることを何かして行動を起こしていくべきじゃないかと思うんです。それとやっぱり違いを認める。戦争が起こるのはどうもその違いを嫌うわけですよね。認め合えばねあの人いるからなとかちょっと躊躇しますね。その躊躇する気持ちをこうあれですね
育てていかないといけない。それには若い人がやっぱり世界知らなきゃ。私ピースボートに乗ってそう思いましたね。だからやっぱり知ることが大事ですね。でもう本当にこの国内の中のナショナリズムだけじゃね、もうやっぱり今地球は持っていきませんよね。あの日の惨劇をですね、惨劇といいますか悲劇をですね、二度と世界が繰り返さないために、私はこれからも、命のある限り被爆の証言を続けるのが責務だと思ってます。ありがとうございました。